先日、社員の一人が退職代行を使って辞めました。そこで気になったのですが、海外にもそういったサービスとあるのでしょうか？聞いたことないですね。辞めるのが悪いことっていうか、善悪で悪いことであるというふうに考える人っていうのは、多分日本は多いんじゃないかなと思うんですよね。他の国は割といい条件があったからそっちに行きたいんだよね。今までありがとうって言うと、あ、まあそりゃそうだよねっていうので、転職が当たり前なので割とみんなそう受け止めるんですよ。で、アメリカ人の生涯平均転職回数が10回だか16回だったかとかなんですよね。なのでそうするとやっぱ3年に1回とかぐらい転職をするんですよ。で、それが普通なんですよ。なので、10年いますっていう人のが結構珍しいみたいなのもあったりするので、なので、転職するって言っても、あ、まあそんなもんだよねっていう、多いんじゃないかなと思います。こんばんは、仕事辞めたいと思いながら15年勤めています。上司より辞めさせないと言われており、一生辞められない気がしています。仕事で怒られた時に態度がなってないと襟をつかまれて屋外に翻弄されたこともあります。知人に退職代行サービスを勧められましたが、退職サービスをどう思いますか？使ってください。まず、辞めさせないっていうのに従わなきゃいけないっていう時点で、ちょっとした洗脳入っちゃってると思うんですよね。で、多分揉め事を起こすっていうのがあまり好きなタイプではない人だと思うので、じゃあ自分がちょっと我慢するだけでいいんだったら我慢しちゃえっていうタイプだと思うので、なのでもう多分自分で退職はできないんだと思うんですよね。なので自分ではできないと思うので、普通に退職代行とか使うといいんじゃないかなと思います。社会人3年目の22歳女です。転職した半年で営業職が合わない大会系上司が怖いため、適応障害になりました。仕事には行ってますが、毎日泣いて人と関わることが嫌になってきました。小さい会社のため人事部もなく上司に伝えるタイミングも使いません。退職を伝える勇気も死ねる勇気もなく人生終わってるなと思って毎日生きてます。無能ですが人生どうにかなりますかね？励ましてください。退職代行サービスみたいなのがあるので、お金を払うと代わりに退職の手続きをやってくれるっていうのがあるので、そんな高くなかったと思うんですよ。多分数万円とかだったと思うので、なので、そういうサービスを使ってさっさと辞めちゃえばいいんじゃないかなと思います。会社のアルバイトが退職代行を使って退職を申し出てきました。社員や先輩バイトが一丸となって面倒を見ていたので裏切られた気分です。辞めると言えば慰留はしないのに本人からきちんと退職理由聞く方法はありますか？ありません。業者から本人に連絡しないように言われましたが、そんな権限はないはずです。退職代行業者の対処方法も知りたいです。ありません。一丸となってとか、面倒を見ていたっていうのが、あなた側がそう思ってるだけで、辞めようとしたアルバイトの人的には、それがめちゃめちゃ重かったから、もう関わりたくもねえっていう話なんですよ。で、残念ながら関わりたくないっていう人の家に行って、なんか突然ピンポンピンポンピンポンとかってやったりすると、通報される可能性があって、警察沙汰になる可能性があるので、要は、良かれと思ってやっていたのに裏切られたという気持ちだと思うんですけど、あなたが良かれと思ってやっていただけで、相手はそれは良かれと思ったというより、むしろ嫌だったっていう事実を受け止めてください。本当に相手の人が喜んでたんなら、退職代行を使わないし、ここに書いてるように、辞めると言えば慰留はしないみたいなのって、直接言ってくれれば慰留なんかしなかったのにっていう風な、この人がこう言ったらこういう風なリアクションが返ってくるよねっていう信頼関係もないということなんですよ。あなたが勝手に信頼関係があると思い込んでるだけで、相手にはありませんでした。なので、基本的にもうコミュニケーション下手な人だと思うんですよね。自分は相手を信頼してるし、自分は相手のためだと思ってやってるんですけど、相手から見るとマジうぜえ、ちょっとかかってほしくねえやっていう状態なんですよ。でもそれが言いづらいっていうのだと思うので、なのでいい勉強だと思って、あなたは人に嫌われるというのを自覚してください。ホリエモンさんは退職代行を使うくらいならバックレロと言っていました。ひろゆきさんは退職代行を使う人間はクズだと思いますか？いいえ。最近後輩が退職代行を使い退職しました。周りはあいつはクソ野郎と言っていますが、仕事も頑張っていたし、自主的にもそうも思えません。気が弱く周りに言いたいことを言えなかった結果、こうなったのかなと思います。周りはクズだと言いますが、ひろゆきさんどう思いますか？本人が決めることなので、退職代行を使おうがバックレようがクズと言われることは変わりません。辞めてほしくない人が辞めたので、それに対して文句を言うという人は必ずいます。ただ、会社を辞めるっていうのはごく普通の権利で、辞めたければいつでも辞めていいんですよ。日本の法律上。なので、突然辞められたら迷惑がかかるよねっていうのはあるんですけど、でも別に辞めること自体は法律上何の問題もない行為で、じゃあそれをバックレでやるのか、退職代行を使って辞めますよって連絡をするのかっていうのは別に好きな手段を本人が取ったっていうので、なんか人によっては辞める連絡を LINE でやって怒るみたいなのがあるんですよね。要はなんか、辞めるというぐらいな時は会って言えとか、なんかせめて電話にしろとか、っていうのなんですけど、別に LINE でもいいじゃん。伝えてるだけマシでしょみたいな。で、ただ、バックレの場合だと、次の日本当は来るかもしれないっていうので、新しい人を雇うまで時間かかっちゃうんですよ。
LINE でも退職代行でもいいんですけど、辞めます、明日から来ませんって書いてあれば、じゃあもう来ないんだって言って新しく人を雇ったりとかで来なくなった穴埋めっていうのをやり始めるんですけど、バックレだとなんか体悪いのかなとか、なんかあったのかなって2、3日待っちゃったりして、で結果としてすげえ鬼伝とかして、この人バックレだって確定するまで時間かかっちゃって、その分余計に迷惑をかけるっていうのがあるので、なのでバックレよりはまだ LINE だったりとか退職代行の方がよっぽど人としてはマシなんじゃないかなと僕は思います。はい、今年20歳の社会人2年目の無能です。よくミスをして怒られることが多く、寝られなかったり落ち着けなかったり、息が荒くなってしまうことがたまにあります。真剣にやめようか考えているのですが、頭が良くないため何も資格を持っていなく、なおかつその上司に対しての恐怖心が強すぎて何も言い返せずやめようという勇気すら出ません。やめるべきなのかなどのアドバイスをいただけたら幸いです。怒られるの内容が上司があまりに怖いとかであれば、単純にその能力が低いとかではなくて、上司のそのハラスメントで結構冷静な判断ができないという状態になってるだけの可能性があるので、ひとまず転職活動をしてみてください。で、転職先が決まったら退職代行っていうのがあるので、退職代行のサービスを使ってください。そうすると上司には一切話をしなくても新しい職場に転職することが可能なので、とりあえず転職先を見つけて退職代行を使うという方向で頑張ればいいんじゃないかなと思います。今の会社を退職させてもらえないので、民法627条28条に沿って無理やり退職しようとしています。ひろゆきさんなら退職を許してもらえない場合どうしますか？この状況でもう少し綺麗な辞め方あるでしょうか？綺麗な辞め方って何っていうのと、あと退職を許してもらうという考え方がよくわかんないんですけど、多分気が弱いんだと思うので、退職代行とか使った方が多分メンタル削られないと思いますよ。気が弱いから会社に退職を許してもらうみたいな考え方になると思うんですけど、退職は通告するものであって相手の許可は必要ないんですよ。ただ相手に納得してもらいたいとか、相手が怒ったりするのを目の前で見るのが嫌だとか、辞表を出した瞬間怒られるのが嫌だとか、メンタル面の問題だと思うので、多分退職代行とか使った方がメンタル削られないんじゃないかなと思います。既婚で高卒社会人9年目、上場企業医療機器卸で2年目です。上場医療機器メーカーで内定をもらい年収600万の記事です。今の企業はとても居心地が良く、かなり期待をしてくれている上司がいます。自分の中ではメーカーと決まってますが、現職が辞めづらく困っています。退職代行以外で反感買わずにスムーズに辞める方法は何でしょうか？その上司は辞めると言ったら必ず全力で止めに来ます。それに抗う勇気がないです。であれば郵便で送ればいいんじゃないですか？別に退職代行を使ってもいいんですけど、反感を買わないで辞めるはもう不可能だと思ってください。だって辞めてほしくないんだもん。辞めてほしくない人が辞めるって言ったら、それは嫌な気持ちになりますよねと。なので、嫌な気持ちになってほしくないっていう気持ちはわかるんですけど、不可能だと思った方がいいです。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に入りになります。